こんにちは、おりんです。今日はこちらのベイルを使いまして帽子を編んでいきたいと思います。こういう感じの糸になっております。5号で編んでいきます。まず輪っかを作っていきます。はい、こんな感じで、はい、こうしてギュッとします。はい、でここにまず細編みを8目入れていきます。はい、最初の目にマーカーを必ずします。細編みを8回入れます。ちょっとキュッと編んだ方が良さそうです。はい、1、2、3、7、8。はい、8回編みました。細編みです。で、このピと出ているこの糸を引っ張ってですね、引き締めます。ちょっと硬いですね。硬い糸になります。ギュッと、はい、引き締めます。で、引き抜き編みでつなげてっていうのではなく、このまま、次の段に入っていきますんで、このマーカーが入っているところですね、こちらに、細編みを2回行います。2段目は全部増し目ですね。はい、1、2と全部増し目にして、合計16目になるまで編んでいきます。今2回増し目をし2回細編みを入れましたんで、はい、最初の目にマーカーを必ず移動させて、16目編んでいきます。よいしょ。はい、1目に2目ずつ増し目を入れていきます。8目だったものが16目になりますので、はい、編んでいきたいと思います。はい、では16目編めましたので3段目です。3段目は24目になるまで増やしていきます。増し目1、増し目1、増し目1って感じで、編んでいって24目になるまで増やしていきます。まずは1目目入れたら、はい、マーカーを必ず移動しまして、はい、ここ増し目なので同じところに2目入れました。で次の目は1目、はい、で増し目、増し目1目って感じで、はい、24目編んでいきたいと思います。はい、それでは24目編めました。では次4段目に行きます。まず1目入れます。最初の目に1目入れて、はい、で次が、増し目します。ここだけちょっとイレギュラーで普通の円の編み方なんですけども、次から11増し目11増し目11増し目っていう風にぐるっと編んでですね、最後に増し目1で終わります。これで合計32目になるまで増やしていきます。まずは増し目をして、で1目ずつを2回、はい、で増し目っていう感じで32目になるまで編んでいきたいと思います。はい、それでは32目拾えました。次の段に入ります。次は5段目でプラス8目なんで40目になるまで編んでいきます。で、編み方は今1目目入れました。この今入れたところにもう1目増し目をここに2目してから2111、2111って感じで、合計で40目になるまで増やしていきます。今2目したので、あとの3目は1目ずつ、
1目ずつ入れます。はい。で次の目、ここに2目入れます。同じところに2目入れて、1、2、3とこんな感じで編んでいきます。ぐるーっと21112111で40目になるまで編んでいきます。はい、それでは5段目40目編めました。次6段目です。6段目はですね、増減なしで40目編もうと思います。はい、このまま1目ずつ取っていこうと思います。はい、では、40目ぐるっと1周拾ってきます。細編みで拾ってきますね。はい、はい、それでは6段目40目編めました。では次7段目です。7段目は、普通に増し目をするんですけども、まず1目入れますね。はい、最初の目の頭にマーカー。はい。で、今回の増し目は増し目と普通の目を4目なので、増し目1111増し目1111なんですけども、スタートだけ、2目編んでから増し目をします。11と編んで増し目ですね。3目目に増し目で、これ以降は4目1111と編んで、ここが増し目1111と編んで増し目って感じで、4目編んでから増し目をして、合計48目になるまで増やしていきます。3、4で増し目ですね。ここが増し目になります。はい、こういう感じで編んでいってですね、ぐるーっと編みますと最後に増し目して2目余るので、それが正解になります。ぐるーっと編んで増し目1211で終わりになります。そこまで編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと一周編んできました。では次が8段目になります。8段目は56目になるまで増やしていくんですけども、よいしょ。はい、最初に増し目を入れてから5目普通に1目ずつ入れていきます。増し目11111増し目11111って感じで編み入れます。はい、一緒ですよね。2、3、4、5と編んで、で増し目ですね。ここで1、2と増し目をします。はい。ではぐるっと1周編んで56目になるまで増やしていきたいと思います。はい、それでは8段目編めました。では9段目は増減なし56目編みたいと思います。はい、56目編みます。はい、このまま1目に1目ずつ入れてぐるっと1周編んでいきたいと思います。はい、それでは9段目、ぐるっと56目編んできました。次が10段目になります。10段目は増やしていきます。はい、まず1目目に細編みを入れまして、よいしょ、マーカーつけてですね。はい、ここは、増し目と1目ずつを6目入れていくんですけども、最初の3目に、普通に細編みを入れまして、1目ずつ3目入れまして、次の目が増し目です。はい、こういう状態でスタートさせてですね、次からは1目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 と6目そのまま
1目ずつ取って、でその横の斜め目に増し目で111111と編んで増し目111111と編んで増し目っていう感じでぐるっと編んでから、こう最後に増し目をして123と普通に細編みを編むっていうのが正解になります。で1周ぐるっと64目になるように編みます。はい、ここから細編みを6目編んだ後増し目をする、細編みを6目編んだ後増し目を1っていう感じで、ぐるっと1周64目になるまで編んでいきたいと思います。はい、それでは1周ぐるっと編んで64目になりました。次11段目になります。11段目はですね、こちらもまた増し目をしていきたいと思います。はい、1目目まず編んでマーカー変えます。マーカーをして、で、次はですね、増し目111111と増し目と斜め1目ずつ取ります。増し目1回して斜め普通に取って、増し目1回して斜め普通に取ってっていう感じで編んでいきたいと思います。ではまずこの最初の目は増し目ですね。よいしょ。で斜め普通に細編みをしていきます。はい。ちょっとやっぱり硬いんですね、糸がね。結構ヘビーですね、作業が。よいしょ。はい、斜め編んで、増し目いい感じでぐるっと1周編んで合計72目になりますので、1周編んでいきたいと思います。それではぐるっと1周11段目編んできまして72目になりました。次は12段目になります。最初の目にはい細編みをしましてマーカー入れ直します。はい、ここから増減なしでぐるっと72目編んでいきたいと思います。12段目は増減なしです。はい、普通に編んでいきます。はい、それでは12段目ぐるっと72目拾ってきました。はい、では次ですね、13段目ですね。はい、鎖じゃないや細編み1しまして、最初の目の頭にマーカーつけます。ここの段はですね、合計80目になるまで増し目をするんですけども、増し目の他に細編み普通の細編みを8目しますので、最初1234目と編んで増し目をします。でその後は8編んで増し目8編んで増し目っていう感じでぐるっと1周編んで80目にしていきたいと思います。ではまず4目細編みしますので、今12と編みまして、あと2目ですね。はい、4目編みましたんで、ここで増し目をします。同じところに2回細編みを入れます。はい、その後123456788と普通に編んでから、ここに増し目で123456788と編んでからここに増し目っていう感じでぐるっと1周8目分増やしていきたいと思いますので、このまま編んでいくんですけども、最後は4目分余ってその手前ここが増し目になりますんで、増し目4目4目増し目8目増し目8目増し目って感じで増やしていこうと思います。では80目まで編んでいきたいと思います。はい、それでは13段目編めました。増やしていく段は次が最後にしたいと思います。次がですね14段目ですね。合計で88目になるまで、増やしていきたいと思います。ちょうどね縁起がいい数字なんで、では88目に増やすためにですね、
まず最初に、増し目を入れまして、あとの9目123456789と普通に編みまして、その次また増し目をして、9目バーッと編んで、増し目をして9目バーッと編んでっていう形でぐるっと一周88目になるまで編みたいと思います。はい、それでは編んでいきます。はい、それでは14段目がですね88目で編めました。ここからですね側面を増減なしで編んでいこうと思います。だいたい今直径がですね17センチぐらいになってますね。この側面を10センチぐらい編もうと思います。なのでこのままぐる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 88目のままずっと細編みを編んでいきたいと思います。各段に移る時にですね最初のこのマーカーを付け替えるのを忘れないようにして編んでいきたいと思います。それではこのまま編んでいきたいと思います。はい、それでは、26段目まで私はちょっと編んできたんですけども、こんな感じになりまして、ちょっとかぶってみるときつくなったので、この4箇所で増し目をして4目増やしたいと思います。ちょっとかぶっていただいてですね、きつくなってきたらこういう風に増やし目をしてって感じで作っていくとちょうどいいかなっていう風に思うんですけど、増し目をしたいと思います。増し目はね別にどこでもいいんです。私はこの4箇所で編もうと思うんですけど、8の倍数で編んでるので4箇所にしたんですけど、4目増えるので92目で何段か編んで、またかぶってみてちっちゃかったらさらに4目増やすとか、そういう感じでやっていこうと思います。かぶってみられてちょっときつかったら足していくっていう感じでいいかなと思うんですけど、はい。それでは次27段目なんですけども、今1目編みました。でマーカーをここが11目で22目22目22目11目って感じでマーカーしてまして、マーカーのところだけ増し目をしようと思います。こんな感じでねちょっと編んでいって、頭にフィットする感じで編み進めていこうかなっていうふうに思ってるんですけども、硬いですよねこれねすごい硬い糸なんでかっちり編めるのは編めるんですけども、もうここ腕の音がすごいことになるんで、手袋をするなりガードをするなりで編まれた方がいい糸だなと思います。かっちりはするんでねすごいんで、カバンとか編んだらいい感じになりそうではあるんですけども、いかんせんすごく硬いんで結構重労働かなって思います。編み直す時とかもほどくのが結構大変で、でここマーカー入れてたのでここに増し目をします。はい、こんな感じで4箇所増し目をしてですね、まだちっちゃいなって感じたらまたさらに4目ぐらい増やしたりとかすると思うんですけども、編んでいきたいと思います。はい、それでは27段目に増やして28段目そのまま92目で編んできまして、ちょっとかぶってみたらやっぱりちょっとまだきついので、29段目にまた4目増やしたいと思います。92を4で割ると23になるのでこうスタートなんですけども、今9目編んでこう10目目に増し目をしようと思ってマーカー入れました。であとは23、23、23ときて、ここに13あるのでこう等間隔にまたさっきより若干ずらしてで増し目をしてます。きつい場合はもうこの辺から22段あたりぐらいからもうどんどん増やしてもいいかなと思います。ちょっとずつ増やすとちょっとずつ広がるので、形が綺麗になるかなと思います。かぶってきついなと思ったら広げるって感じで微調整をしていくといいかなと思います。私と同じように編むとちっちゃくなる可能性があるので、ご自身でかぶりながらこの丸も、
今88目で広げるのを止めたんですけども、96まで増やしてから編むっていうのでもいいと思うんで、かぶりながらちょっとずつ増やしながらっていう感じで編んでいったらいいかなと思います。で10センチぐらいの高さもうすぐなので32段ぐらいまでだと思うんですけども、編んでいきたいと思います。どの段に何目編んだかっていうのをちょっとまた後でお伝えしようと思いますので、そのまま編んでいきたいと思います。はい、それでは30段まで編んできました。29段と30段が96目になってます。次の31段目でまた4目増やしたいと思います。同じようにマーカーつけてきたんですけども、まずスタートの目から14目目のところにマーカーしてます。その後は24、24、24とマーカーして、あと残り10目って感じで残ってますので、このそれぞれ最初は14個目、ここに増し目で、ここ24目目増し目、24目目増し目、24目目増し目って感じで31段目編んで、32段目は100目、合計100目になりますので、100目のまま32段目も編んでいきたいと思います。はい、それでは32段目の増減なし100目を編んできました。こんな感じになりました。はい、次が33段目なんですけども、33段目も4目増やしたいと思います。もうバラバラにするっていう意味を込めて、最初の目の数をバラバラの数にしているんですけども、これはお好みで書いてもらったらいいんですが、今5目のところにマーカー入れました。でこの後は25、25、25となってまして、ここ最後が20目になってます。全部でこう25ずつ開けば、それで増やしていくって感じで、次は104目になりますので、マーカー入れてるところだけ増し目をして、それ以外のところは1目ずつ入れていきます。で、次が33段目104目なんですけども、その次の34段目もう104目のまま2段同じように編んでいきたいと思います。はい、それでは34段目の104目まで編めました。ここからつば編んでいきたいと思います。35段目以降ですね、毎段4目ずつ増やしていこうと思います。増やし方なんですけども、今までと同じようにですね、4分割して増やしていきます。スタートの目だけちょっとずつずらして編むっていう感じで編んでいこうと思っていまして、表にしてきました。こんな感じで35段は合計で108目になります。で、間隔が26目ずつになりまして、スタートの10目のところにまず増し目をして、それから26目間隔で増し目を入れていくっていう感じになります。でもこの通りに36段目は112目になって27目ずつ間隔を空けて、でスタートは14目って感じで、スタート14目のところに増し目をして、その後は27目のところで増し目をしていくっていう感じですね。でずっと編んでですね、合計152目になるまで1段につき4目ずつ増やしてどんどん編んでいこうと思います。では編んでいきます。はい、それでは編めました。こんな感じになっております。で、先ほどお伝えしたようにですね、こんな感じで編んできたんですけども、43段まで編んでストップしています。この辺お好みなんで、もうちょっと日よけが長い方がいいっていうんであれば、足してください。43段まで編みまして、ここから引き抜き編みをぐるっと一周したいと思います。では普通にもう引き抜き編みをしていきます。ここが最初の目なので、スタートの目、はい、44段目ですね。はい、縁編み何でもお好みで好きなように編んでください。はい、バック細編みとかなんかいろいろあると思うんですけど、私はちょっとシンプルに引き抜き編みをしていこうと思います。このつばもしっかりしているので、芯を入れなくても大丈夫かなっていうふうに思います。はい、それでは引き抜き編みを一周ぐるっと編んでいきたいと思います。それでは
一周ぐるっと引き抜き編みを編んできましたので、ここが最初の目ですね。とじ針で閉じていきたいと思います。最後引き抜いてこのままシュッといきます。こういう状態ですね。針につけまして、最初の目でもいいんですけど、その横を通り越して横にしようかな。はい、こうしてで、今出てきてたここに通します。それで完成ですね。はい、それでは後ろに糸始末をして完成になります。はい、それでは完成しました。こういう感じでシンプルに細編みで編んでみました。はい、こんな感じで、はい、よかったら編んでみてください。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではおりんでした。さよなら。